こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、撃墜事件としては最悪の被害となった、マレーシア航空17便撃墜事件について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。これ2014年に起こった事件なのよね。未だにこうやって民間機の撃墜って起こるもんなのね。先進国の最新兵器は民間機を識別できるし、国際法の遵守が徹底されるから民間機の撃墜は起こらないとされているぜ。こういう事件を起こすのは一昔前の兵器だ。しかも現代で起こっている戦争は小国間のものが多く、それゆえ国際法の遵守や民間機に対する空域規制も曖昧だ。それでは具体的な背景や状況について説明するぜ。頼むわね。事件が起こったのは2014年7月17日、場所はロシアと西端で接している国、ウクライナで起こった。まず背景から説明するぜ。ここでは2014年3月から始まったドンバス戦争が続いている紛争地域だった。戦争起こってるの？ドンバス戦争って？日本ではあまり聞かないな。ウクライナは近年、政府の統治が完全とは言えない状態が続いている。ウクライナ南東の地域が人民共和国を名乗り、政府に独立戦争を仕掛けてきたんだ。その説明、ガンダム意識してない？いや気のせいだ。ちなみにこのドンバス戦争は2021年でもまだ終結していない。30回近く無期限停戦協定が結ばれているが、すぐどちらかが破棄し、全く収まる気配がない状態だ。国外に避難したのが90万人、家を捨て国内で避難しているのが140万人と、ウクライナ国民への影響も甚大だ。それじゃクリミア併合は知ってるか？あ、それは聞いたことあるわ。よくは知らないけど、クリミアもウクライナの一部だ。クリミア半島一帯がクリミア自治共和国を名乗り、突然ロシアとの併合に合意、条約に調印した。もちろんウクライナ政府は認めていないし、国際連合も承認していない。今回のドンバス戦争も同じ構図だ。ロシアはウクライナ政府に反対する地域に肩入れし、独立やロシアとの併合を狙っている。そのため、ウクライナ南東の反政府勢力にはロシアから武器兵器が潤沢に供給されていた。そう、航空機を撃墜するための地対空ミサイルもな。それって、まあ、この辺が背景となる状況だ。とにかくウクライナは内紛状態で、政府軍と反政府勢力が戦ってて、反政府勢力はロシアの兵器が流れてきてる状況だったのね。そうだ。そして5社の犠牲になってしまったのはマレーシア航空の17便、定期運航便だ。乗員乗客合わせて298人が搭乗していた。17便はオランダのスキポール空港を2014年7月17日12時31分に出発した。目的地はマレーシアのクアラルンプール国際空港。11時間45分のフライトを予定していた。離陸後3時間が経過し、17便はドイツ、ポーランドを通過し、ウクライナ上空を飛行していた。17便はウクライナ東部にあるドニプロペトロウシク州以下、ドニプロの航空管制官と、航路などについてやり取りしながら飛行していった。ウクライナって、なんだっけドンバス戦争の最中じゃなかったの？通過して大丈夫なの？航空ルールの最高権威である国際民間航空機関は、民間機がウクライナ上空を通るのは危険であると警告していた。ほらね。危ないの知ってて通っちゃったの？いや、同機関が具体的に警告した地域には、事件のあった地域は含まれていなかった。また、ウクライナ政府は高度9800メートル以下の飛行を禁止していたが、17便は高度1万60メートルを飛行しており、問題なかった。一応、合法だったのね。でも紛争地域の上空って怖いんですけど、合法である以上は航空会社や乗客がどう判断するかだな。ウクライナはヨーロッパ、東南アジア間の最短航路上にあり、迂回すると時間や燃料が余計にかかるという事情があったんだ。話を戻すぜ。17便が予定通りの航路でロシア領空に接近してきたため、ドニプロの管制官は、ロシアのロストフナードヌー航空管制に、17便がロシア領空を通っていいか確認した。ロシア側に承認されたため、ウクライナのドニプロの管制官は、ロシアに管制を移管すると17便に伝えようとした。しかし17便からの応答はなかった。何度呼びかけても、レーダーからも機影が消失していた。まさかその時にはもう、何の予兆も警告もなかった。17便からは救難信号も出ていない。後の調査で分かったことだが、ウクライナ東部のグラボベ近郊で、17便は突然、ミサイルで撃墜されたんだ。コックピットの左でミサイルが爆発し、衝撃で機体はコックピット部、胴体部、尾翼部の3つに分解され、墜落した。乗員乗客298名は全員亡くなった。撃墜事件としては最悪となった。
また高度1万60メートルでバラバラになった機体の破片は50平方キロの範囲に飛散し、調査や遺体の回収には数ヶ月を要した。ひどすぎる。なんで撃墜されたの？犯人の自白などは得られなかったが、合同調査団の最終報告書は反政府勢力側の誤射と結論付けている。事件直後、反政府勢力側のマスメディアは、政府軍の軍用輸送機を撃墜反政府勢力のミサイルが力を示したと一斉に報道した。軍用輸送機？この人たち何を撃ったか知らずに発表しちゃってるの？そのようだ。撃墜されたのが民間機であることがわかるや否や、同マスメディアは一切の関与を否定し、沈黙した。私らが犯人ですって言ってるようなものね。ああ。反政府勢力側の犯行であることは明らかだった。だが、それはあくまでマスメディアが報道したことだ。犯人の自白ではないし証拠にはならない。事件後、墜落の原因や犯人について詳細な捜査が行われた。ミサイルと判明したのは後の話で、整備不良、隕石、爆弾での内部破壊など、当初はあらゆる可能性が考慮された。機体の破損の状況から、それらの線が消え、ミサイルによる撃墜に絞り込まれた。戦闘機のミサイルか地上からのミサイルか犯人はやはり反政府勢力側かそれとも政府軍の可能性もあるのかと絞り込みが進んだぜ。そこでなんと、ロシアのマスメディアから、17便を追いかける政府軍の戦闘機という決定的な衛星写真が公開された。じゃあ、やっちゃったのは政府軍なの？いや、詳細に分析した結果、合成写真だと判明した。17便の会社ロゴの位置がおかしかったし、何より航空機以外の景色はどう見ても、Google Earth から拝借した画像だった。このロシアのマスメディアの放送はお茶の間に笑いと失笑を与えて終わった。反政府勢力もロシアも、マスコミがダメすぎでしょそれ。最終的には当時のレーダー監視の状況証拠から、近隣を飛行する戦闘機がいないため、戦闘機による撃墜の可能性は排除された。つまり、地上からの対空ミサイルによる撃墜しかありえない。あとは、撃ったのは誰かという問題だ。それについては、最初から明らかだった。撃墜されたのは、実は反政府勢力の支配地域だったからな。あと、17便が飛んでいた高度1万60メートルという高度を攻撃できる地上兵器は、そこではロシア製のブークという対空ミサイル以外にはなかった。ちなみにこのブークのレーダーは、民間機を識別する機能はなかった。ロシアは反論として、政府軍がブークを所有していたという衛星写真を出してきたが、すぐ捏造写真と看破されたことを付け加えておくぜ。またロシアってそんなにやらかす国家だったかしら。逆に、事件の夜、ウクライナからロシアへブークが逃げるように移送された証拠が提出されたぜ。証拠隠滅じゃない。もう確定でしょこれ。ああ。最終的には個人まで特定された。まず、反政府勢力の防空隊長、ウラジーミル・ツェマクが逮捕された。ただしツェマクはロシア・ウクライナ間の捕虜交換により、後に釈放されている。また、反政府勢力側の最高司令官、イーゴリ・ギルキンを含む4名が殺人罪で起訴されたが、ロシアがかくまっている。オランダ政府は身柄を引き渡すよう要請しているが、ロシアは応じていない。とことん隠蔽体質ね。事件自体の解説は以上だ。反政府勢力の犯行と断定されたものの、バックにいるロシアの協力があり刑罰の執行には至っていない。ここからは事件の余波について解説するぜ。墜落直後、同じ空域を飛んでいた3機は、17便撃墜の可能性を考慮しすぐさま離脱した。最も近い航空機はシンガポール航空351便で墜落現場から33キロの位置を飛行していた。対空ミサイル及び発射台ブークは85キロのレーダーと32キロの射程を備えているので、結果的には離脱して正解だった。次に狙われていた可能性もあったわね。怖い怖い。マレーシア航空において17便は永久に欠便となり、当該定期便については19便に変更された。最終的にはマレーシア航空はオランダのスキポール空港の運航から撤退し、KLM オランダ空港が当該航路コードシェア便として受け持つことになった。事件の1年後、マレーシアは国連安全保障理事会の中に、航空機墜落を専門とする国際裁判所の設置を提案した。安保理15カ国の投票は賛成11、棄権3だったが、ロシアにより拒否権が行使され、棄却された。ここでも障壁はロシアなのね。ああ。だがこの事件では、航空会社であるマレーシア、最も乗客の多かったオランダ、発生場所のウクライナ、衛星写真を提供したアメリカなど、非常に多くの国が関わった。その中でロシアの立ち振る舞いは、これら西洋諸国の団結を高め、結果的にこの事件はロシアの立場をより悪いものにしただろうと言われている。でしょうね。ドンバス戦争、早く終わりますように。以上、
今回はマレーシア航空17便撃墜事件について紹介させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも世界の大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。